はい、皆さん、こんにちは。コーヒーサムライです。今日はですね、新しい電気ケトルのご紹介でございます。今回ね、やらせていただくのが、こういった機能あったらいいなっていうのを見事にですね、再現されたプロダクトでございます。こちらですね、パラティさんというふうに読むんですかね。こちらのメーカーさんが、今ですね、グリーンファンディングというね、いわゆるクラウドファンディングで新しく出している電気ケトルでございます。こちらね、現物送っていただきましたので、今日はね、こちらをご紹介したいと思います。気になる方がいらっしゃったら、グリーンファンディングのね、URL を概要欄に貼っておきますので、ぜひそちらをご覧いただければと思います。もう端的に言うと、これなんですよ。この機能が欲しかった。じゃーん、これ外れます。見てください。ノズルがなんとこんな感じで2タイプあるんですね。この注ぎやすそうなこういうツーっていうね、こういったノズルですね。これがフレックスというタイプと、こういった感じのね、ノズル。これがスティールというね、そういったノズルになっております。これドリップケトルで昔ながらのメーカーさんですね。高広というメーカーさんあるんですけど、雫と通常バージョンみたいな、なんかそんな感じのね、どっちを選べばいいかなって、結構悩んだ方、昔いらっしゃったと思うんですけども、それを一挙にね、解決してくれる電動ケトルかなと思います。ということでね、今日は早速こちらを見てみたいと思います。コーヒーサムライチャンネル、登録まだの方いらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それでは皆様ご唱和ください。コーヒーは自由だ。行ってみよう。後ほどね、操作感というのはアップでやりたいと思うんですけども、やっぱりね、先ほども言いました、このノズルがね、2タイプ、こうやって付けられるんですよね、ここに。こういったね、説明書にこの表がついてるんですけども、4パターン書いてるじゃないですか。これ、このノズルプラス、面白いんですよ。ここのですね、ほら、こういう風についてるものがありました。このシリコンのもの、今穴開いてますよね、こうやって。完全に穴開いてる。もう一個が、こっちにこれついてますけど、この調整のね、穴が開いているもの。6個ね、これ穴開いてると思うんですけど、これがね、2タイプついてるんですよ。このノズルの先につくね、この流速を調整するシリコン。これもついているので、計4タイプの水流が実現できるといったものなんですよね。いやー、このね、発想というか、前に一度ね、ドリップポット、いろいろこう、使ってた時は、こういったね、ポタポタポタってこう、点滴をやりやすいような、こういったノズル、そして、ちょっとね、スピードも出るような感じのこのノズル、どっちがいいかなっていう質問をかなりね、動画で受けたことがあるんですよ。そういう時はね、やっぱりその水流が多い分、ドリップっていうのが少しね、難しくなるんですけど、練習すれば点滴もできなくもないし、最後ぐーっとスピードを上げたいね、ドリップ方式の方なんかは、こういったものがいいですよとか、ちょっとまだね、初心者の方、もしくは深入りなんかでね、こう点滴ドリップなんかをやりたいときは、垂直にこうスーッと落ちるね、こういったノズルの先っていうんですかね、注ぎ口というものも細くね、注げますよっていうアドバイスをしたりとか、その代わり水流がね、少し最後ね、スピードをぐーっと上げたいっていうときは、ちょっとこっちは、少し水流が細いですよとか、なんかいろんなね、アドバイスをした記憶が残っておりますが、今回、このしかも電気ケトルなんですよね。なので、温度調整をしっかりしたプラス、この注ぎの水流が選べるっていうのはね、すごい面白いと思います。っていうのが、やっぱりどっちが得意っていうのもあると思うんですけども、深入りとかで、コクとかそういったものをじっくり出したい。ネルドリップなんかもじっくりやりたい。でも温度も測れるっていった感じだと、こういったものを使う場面もありますし、例えばスピードをね、上げていく。なんかは、こういったね、ノズルが欲しいよ。今までは別々のね、ドリップポットを買うしかなかったかなと思うんですよね。で、それが、これ1個の電気ケトル、温度もしっかり測れる電気ケトルで、もう1個でね、どのドリップにも対応できちゃうというね、この発想が素晴らしいなと思います。これ装着もね、すごい簡単です。もともとこういう風にね、ついてる、こういう状態なんですよね。それが、こう外すことができて、これとつけてみますけども、装着をして、で、ここにね、つけて、で、あとはね、これをかますだけなんですよね。で、あの、ちゃんとね、
アシストのマークもついてるので、丸から丸、止めるの方にやるだけで、これで装着が完了しました。いいですよね。装着もめちゃくちゃ楽です。ノズルがね、こういう風に変えられたらいいなと思ったものをもう実現した感じですよね。で、もう一つね、いいなと思ったのが、この電源ボタンがこれ物理ボタンっていうのも意外と便利なんですよ。これがまたポイントが高いなと思います。あとは、電源ですね。これね、着脱可能。これが、はい、こんな感じでね、つくわけです。で、電源が装着できるよという感じですよね。これもともとついてるものが多いですよね。電気ケトルというのは。それが、こうやってね、外すことができるので、収納とかね、もう結構コンパクトにいけるかなという感じです。今までなかった機能というのが付けられていて、これはね、なんか、また新しい切り口の電気ケトルが来たなという感じでございます。ではね、操作感の方早速やってみましょうか。はい。でね、今回こちらは別売ということなんですけども、送っていただきました。こういったね、収納ケースというのもあるそうです。これあると多分便利ですよね。開けていくと、はい。おお、各ノズルごとにですね、収納ができますよね。はい。こういうふうにね、シリコンのこれがついているので、ここにね、こういうふうに収納できるわけですね。で、嬉しいのが、すでにね、こうやってね、スペア線というのもね、ついてました。なので、こんな感じで、はい、こんな感じですね。ノズルがですね、こうか。こんな感じ。で、はい。すごいですね、これね。で、こうか。こういう感じでしょうね。で、こういうふうに収納ができますよといった感じですね。で、ケースも、すごい、なんかね、こういった感じの生地で、とってもおしゃれです。で、こんな感じで入れることができるよと。はい。こんな感じですね。すごいおしゃれですね。いいと思います。ではね、早速なんですが、まず水流も見ていきたいんですけども、この取り付けですね。今こういう感じになってますけども、例えばですね、こちらのスティールを装着してみましょうか。もともとね、こういうポッチがついてるんですよ。これが、ここのポッチ、アシストですね。同じところにこう持ってって、くるっと回すと、上に回すと、装着できるということなので、一番最初にやろうと思っていた、これでいうところのですね、これですね、スティルにこの調整の穴がないものですね、を装着してみましょう。これが一番ね、スピードが速いと思うんですよ。こいつですね。全部穴が開いてるバージョン。これをここに、よいしょ。うん。こんな感じで装着できました。で、これを、ここにね、はい。これでね、OK ですね。押し込んだだけです。で、こいつを上からですね、こう入れて、で、こことここ合わせて、カチャッと。パチってなりましたね。これで装着ができましたと。ちょっと水入れてきます。はい、入れてきました。で、こちらの容量がですね、最大0.88リットルということで、なかなか大容量ではありますよね。はい、こんな感じで今入れてきました。マックスのところまで入れましたね。これで0.88っていう感じでしょうね。はい、電源入れるとこういう風につきましたね。はい、こんな感じの操作盤になってますね。で面白いのがですね、これ、こう回すと温度調整ができたりするんですよね。面白いのがこれね、取れちゃったみたいなこれ外れるんですよね、そもそも。面白い。これ、マグネットになってます。で、外した状態でも、例えばこう回すと、ほら、ほらほらほら、こういう風にね、温度が調整できたりするわけですね。これも非常に面白い。どっちでもいいですよね。こう、ペタッとくっつけたっていいですし、どっちでもいいと思います。で、これ電源ですね。はい。今みたいな音がしますね。パンパンってね。なんかいいですね。この LED のこのデザインな感じがいいですよね。すごくね。
はい。こんな感じでね、音がスタートする、ストップするっていうのがこれでできます。で、これ長押しすると、これね、モードが変わるんですよね。もう一回押します。これで、要はね、このマークがついてるときは、保温ですね。押してくれるという感じですね。では、温度調整をしていきましょうか。面白いですね。ここをタップすると、10度単位でこう調整もしたりしてくれますね。60、70、80、90、100みたいな感じで、簡単に調整することも可能ですということですね。では、91度にしてみましょうか。で、今24度ですね。これで、抽出を開始して、どのぐらいでね、湧くかやってみたいと思います。なんか91になってから少しね、タイムラグはありましたけども、だいたいね、フルの0.88、ほぼ満タンぐらいのね、容量で、6分17秒、20秒ぐらいですかね。で、最後ピンピンってなりましたね。すいません。その前にちょっと止めちゃったので、6分20秒ぐらいかな。91度ですね。このね、保温機能にしましたけど、これ今、秒数。これ1時間保温してくれるってことですね。うん。これはなかなかいいですね。外して、はい、戻す。戻したらまた1時間という感じですね。このディスプレイがわかりやすいのと音がなんかいいですよね。はい。ではね、実際にこの水流をちょっと見てみたいと思います。このまままずはやってみましょうか。これ一番ね、多分太いっていう感じですかね。このグラフの一番上ですね。これスティールのままで、この調整のね、穴がない。もう一番こう水流が太い感じのものですね。で、まず行ってみましょうか。うん。ぐーっといけますね。はい、ではね、スティールのノズルに、これですね。スティールのノズルに、はい、これ、装着したものにしました。では行きましょうか。本当だ。すごい。さっきのシリコンを変えただけでですね、この水流の細さになりました。ほら、見てください。で、スピードはね、もちろんね、さっきのに比べると、少しね、細くなりますけども、すごい調整しやすくなりましたね。すごい。なるほど。こんだけ違うわけですね。はい、では次ですね。フレックス。はい、このノズルですね。をつけました。で、これですね。このシリコンの方をつけております。では行きましょう。なるほどね。これは世に言う、雫というね、ドリップポットのノズルにね、すごく印象が似てます。ほら。なるほど。はい。こんな感じですね。はい。では、一番最後ですね。フレックスのこのノズルに水流のね、調整が6つの穴がこうついたですね。こちらを装着したバージョンです。なるほど。こういう感じですね。で、今のがですね、このグラフでいうところの一番下のラインになります。
はい、という感じでございました。はい、ということで、せっかくなんでね、コーヒーを入れようと思いまして、今ね、沸かしました。で、91度なんですけど、さっきね、なんか6分ぐらいまで行っちゃったかなと思ったんですけど、マックスの容量でない限りは、はい、今こんな感じでした。3分30秒ぐらいで、沸かすことができましたので、まあ、容量次第かなと思います。ではね、今回私は一番細いやつですね。やってみます。この一番下ですね。このフレックスに調整シリコンですね、のやつで入れてみたいと思います。めちゃくちゃ水流が細くなりますのでね、いきます。はい、皆さんお疲れ様でございました。早速ね、コーヒー入りましたので、いただきます。美味しい。はい、ということで、今日はこちらのパラティさんのですね、電気ケトルをご紹介いたしました。いや、この4つのパターンで入れることができるというね、このもう4つのね、ドリップスタイルに対応しているという電気ケトルということで、もういろんなドリップ法に、まあこれ1個あればね、使えると思います。まあ一番太いものですね、に関しては、まあコーヒー用というよりかは、まあ他の用途かな。急須に何かお湯入れるとかね。まあそういったものになるかなと思います。さっき入れた私はね、もう深入りの、まあ、昔ながらの入れ方というかね、でやりました。で、もともとドリッパー自体も、少し遅いタイプのもので、深入りをね、甘さとコクをじっくり出す入れ方なんですけども、もうバッチリスピードが合うんですよね。なので途中でこう、ドームのドリップをしてるときに、泡が踊るような感じになりましたよね。お湯をね、乗せるっていうふうに私は言うんですけども、もううまくね、もう乗せるどころか踊るぐらいに、こうちょうどいい水流になりました。なので、深入りの、まあ、例えばネルドリップ、もしくは深入りでじっくり入れたいタイプの方には、まさしくね、このフレックスに、シリコンの調整のね、穴が6個ついたね、シリコンを装着したバージョンでやると、水流がちょうどいいかと思います。まあ、逆を言えば、このスタイルというのは、浅入りのね、もっと抽出を早めたいという場合には逆に向いてはいないので、その場合は、シリコンをね、変えたりとか、もしくは、ノズル自体を変えてしまうとか、もういろんなシーンにね、対応できるかと思います。次世代のね、まさしく電気ケトルかなと思います。今現在なんですけども、グリーンファンディングというところで、先行でね、クラウドファンディングでやってるようなので、気になる方はね、概要欄に URL 貼っておきますので、ぜひそちらをね、ご覧いただければと思います。はい、本日もご視聴ありがとうございました。本日の動画いかがだったでしょうか？いいねと思っていただいた方はぜひ高評価、そしてチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。また、コーヒーサムライ各種 SNS やっておりますので、ぜひそちらもご覧いただければと思っております。それでは皆様、素敵なコーヒーライフをお過ごしください。バイバイ。